はい、皆さんこんにちは。今回はですね、こういう風に文字を使って描いた映像から実写の映像に切り替わるASCIIモザイクの作り方をやっていきたいと思います。それでは早速やっていきます。はい、それではやっていきます。まずはメインコンポジションを作ります。1920の1080の10秒。そして、まず最初に数字のモザイクを作りたいので、またコンポジションで新規コンポジション。ここにキャラ200、200と書いて、幅200、縦も200のコンポジションを作ります。ここにテキストレイヤーで0という文字を書きます。フォントは何でもいいです。ここで0から9をランダムに表示するものを作りたいと思うので、エクスプレッションでそれを作っていきます。はい、ではテキストのソーステキスト、ここにエクスプレッションを書いていきます。まずは変数の n、ナンバーの n としておきましょう。ここに0から9の配列を書いてあげます。配列の書き方はカンマで区切っていきます。はい。今配列が書かれているんですけれども、このね、配列0を表示したいときは0を呼び出すためにまた四角括弧で0番目とやってあげます。そうすると0が映りますね。5を映したいときは配列の0、1、2、3、4、5番目。5とやると5と出ます。これをね、ランダムで表示させたいので、R、変数 R にランダムメソッドを書いてあげます。ランダム。配列の0番目から9番目までを出したいので、ランダムの0から9の値を出すメソッドを書いてあげます。これをカッコでくくってあげて、整数でね、表示したいんで、マス、フロアと書きまして、小数点以下を切り捨ててあげます。表示したいのは、ナンバーの中の配列のランダムで選んだ数字ということで、こう書きます。そうするとね、こういう風にランダムに出るようになりました。これね、ランダムは1フレームずつに1個ね、数字を出していってるので、これでは早いので、1秒間に5回切り替えるとしたいので、ここにポスタライズタイム5としてあげると1秒間に5回表示が切り替わります。ちなみにですね、これね、今ナンバーと書いて0から9を書いてるんですけれども、ここをね、文字にしてあげて、このようにね、数値じゃなくて文字にしてあげると、こういうふうにね、文字もランダムに出すことができます。はい、では先ほど書いた数字に戻りまして、ここにレイヤー、ニューソリッド、グリッドとしてエフェクト、ジェネレート、グリッドでグリッドを書いてあげます。ボーダーは 0.5、 サイズは横が20、縦も20。先ほどね、このコンポジションは横200、縦200で作ったので、
10マス ×10 マスのグリッドを作りました。ここにパワープレイではありますが、このね、数字1マスずつに1個入れてってあげます。コマンド D で複製して横に置いていきます。これね、ランダムはシード値でランダムにしてっているので、コピーしてね、増やしていくとシード値も変わるので、数字はランダムに変わっていきます。とりあえず上の行だけできたので全部選んで、これを等間隔にしてあげます。ちょっと1がずれちゃいましたね。これを等間隔にしてあげます。はい、これをまたコピー&ペーストで全マス増やしていってあげます。はい、全マスに全部ランダムで表示する数値を配置したので、このグリッドは非表示にします。今このような感じですね。はい、ではここでまたコンポジションで新規コンポジションを作ります。今度はキャラモザイクと名前をつけて1920の1080、ここにさっき200の200で作ったランダムで数字が出るコンポジションを入れます。アラインで左そして上に揃えてあげます。ここでエフェクトの CC リピタイルエクスパンドライト、ここを横が1920なので1920、エクスパンドダウン1080なので1080にしてあげます。これでこういう風にフル HD 画面全体に横幅20、縦幅20の正方形の数字のモザイクタイルみたいのができました。はい、それではメインコンポに戻りまして、ここに用意していた動画を入れます。今回のエンバトエレメントさんからですね、この走る女の人。ここにレイヤー、新規、調整レイヤー。そこにエフェクト、スタイライズ、モザイクを入れます。モザイクのパラメータはピクセルじゃなくてね、横に何個か、縦に何個かということなので、今1920の1080なので、とりあえず190に108と入れると、ちょうど横10ピクセル、縦10ピクセルのモザイクになります。先ほどテキストで作ったタイルは横20、縦20だったので、この数値をね、半分にしてあげます。すると、横20、縦20のモザイクになります。シャープカラーをチェックを入れます。はい、次に、エフェクト、カラーコレクション、ティント、色かぶり補正ですね、を入れます。そして、エフェクト、スタイライズ、ポスタリゼーションですね、を入れます。すると、白と黒だけのね、こういう階調になるので、そうですね、ポスタリゼーション5ぐらいにしておきます。動画によってね、このパラメータ、この階調を変えてください。ポイントは白と中間色のグレー、そして
ブラック、黒、これがはっきりわかるようにね、するのがポイントだと思います。そしてエフェクトのカラーコレクション、カーブス、トーンカーブですね。これでもっとね、白黒はっきりしてあげたいと思います。そしたらここまでエフェクトを重ねたら、この調整レイヤーと映像をね、両方選んでプリコンポーズしてあげます。名前はとりあえず001とします。そしたらね、このコンポジションに先ほど作ったテキストのモザイクを入れてあげます。このモザイクをね、映像の下に置いてあげて非表示にします。ムービーの方のレイヤー、ここにエフェクトのキーイング、エクストラクト、抽出ですね。これをかけます。アルファが見えるようにね、ここチェック入れまして、黒の部分だけね、残してあげます。55くらいで全部黒になりますかね。そしたらこのチェックを戻しまして、テキストのモザイクの方も表示しまして、今こんな状態ですね。これをキャラモザイクのトラックマット、アルファマットにしてあげます。すると映像の黒い部分がね、こういう風にテキストになります。ではね、この今のテキスト、これをちょっと青っぽくしたいので、キャラモザイクという方にエフェクトでジェネレート、描画ですね、フィル、塗りを入れます。ここをちょっと青っぽくしてあげます。この両方を選んで複製します。わかりやすいように色を変えて、下の方のね、モザイクちょっと非表示にして、上の方のね、映像のこの抽出、エクストラクト、今白が55なので、このね、ブラックの方を55より上、56にします。そして白の方のパラメータを上げてってあげます。ここのね、バーのね、表示されてるね、色、これをね、抽出しているということなので、この映像だとね、240ぐらいまで上げてあげます。この色をグレーにしたいので、モザイクの方のね、フィル、これをね、40%、ブライトネス 40% ぐらいのグレーにしてあげます。下の方のキャラモザイク、これを表示してあげると、今こんな感じになっていますね。では一番ハイライトも作ってあげようと思います。このムービーをまた複製して、分かりやすいように色を変えて、今白が240なので、ブラックを241からにしてあげます。で、白の方を255に上げてあげて、キャラモザイク、色を白にしてあげます。と一番ハイライトだけ残ります。すると今こういう感じになりました。ね、アスキーアートでね、この走る映像というものができました。はい、では今このアスキーアートなんですけれども、4秒目から普通の実写に切り替えたいと思いますので、一番上にね、この元々の動画を入れます。4秒目まで切って、エフェクトのスタイライズ、モザイクをかけてあげます。先ほどモザイクはね、20、20で作るために、横96、
縦54で作ったので同じ値にしてあげます。シャープカラーズにチェックを入れて、そうですね、4秒20フレームに横縦にチェックを入れます。ここから1秒かけて5秒20フレームのところで横幅を1920、縦を1080戻してあげるとモザイクがなくなります。4秒から透明度ですね、0にしてあげて、4秒20で100にしてあげます。すると ASCII から実写に変わる、こういうアニメーションができるんですけれども、実写に戻った時にね、ハイライトのASCII 残してあげてた方がおしゃれだと思うので、ハイライトをコピーして一番上まで持ってきます。塗りを青っぽくしておいてあげます。ブレンドモード加算にしてあげて、これもね、透明度4秒の時0、4秒20フレームの時に100にしてあげます。するとね、こんな風に切り替わってもちょっとね、数字がハイライトのところに残るとね、ちょっとおしゃれなこういう映像になりました。はい。では最後にもう一つワンアイディア。このね、文字。全部ね、一個ずつ分かれているので、レイヤー、新規、カメラを作って、この素材をね、全部 3D レイヤーにしてあげます。ムービーの方をキャラモザイクの方にそれぞれ親子関係でくっつけてあげます。2秒のところでキャラモザイクの方、ポジションにそれぞれキーフレームを打ってあげます。0フレームまで戻しまして、一番ダークの部分、これを奥に押してあげます。400ぐらいに差しましょうか。中間のグレー、それをマイナス300ずらしてあげます。ハイライトの白、これもマイナス1000までそれぞれずらしてあげます。するとこういうふうにね、文字がね、それぞれバラバラの位置から集合していくというようなアニメーションになります。カメラの方もね、ポジション変えてあげたりすると、こんな風にね、より躍動感のあるね、よりいい映像になると思います。はい、最終的にね、カメラの動き調整したり、数字にね、グローをかけたりなどね、してね、いろいろな映像で試してみてね、繋いでみたのがこれなんですけれども、このようにね、モザイクをね、数字にしてあげるだけでね、ちょっとおしゃれな映像ができるので、皆さんもいろいろな映像で試してみて遊んでもらえたらと思います。今回はこの映像を作るためにヒントになったチュートリアルあるので、概要欄にリンクを貼っときますので、そちらもやってみてください。それでは今回はASCIIモザイクの作り方でした。ご視聴ありがとうございました。